でとうございます。ありがとうございます。じゃあまずお名前から。名前は永井オーティスです。年齢は32歳です。お仕事は今はスポーツメディアの会社で働いてます。ダゾーンっていう会社でダゾーン働いてます。お世話になってありがとうございます。バスケはい。バスケ専門バスケだけじゃなくていろんなスポーツを担当してます。バスケ歴20年以上ですかね。20年ってことは12歳ぐらい。多分小学生からやってるんで、はい、ちなみに生まれはアメリカで、ロスの方で15歳から日本に来てます。レイカーズ大好きです。クリッパーズじゃない。ペッパーズ大好きだ。レイカーズ対クリッパーズ見たかった。見たかったですね。でもクリッパーズしょぼいからね、負けちゃって。嬉しそう。じゃあバスケ以外に何かやってますか？バスケしかやってないですね。はい、身長はいくつ？身長193ぐらいですね。今日は何度かダンクチャレンジして朝早くして失敗しましたけど、まだ溜まってないから。寒いんで。なんだろう、パット君となんか同級生。パットの同意ぐらいかな、年は。でももう7年ぐらいの友達でずっとバスケやってます。ここで知り合った？表参道で知り合って、表参道でバスケやるとこあって、そこで知り合って、そこから仲良くなって、表参道と代々木でバスケやるようになりました。完全にここの住人です。ほぼ毎週来てます。平日も一緒に彼と朝活でバスケやってます。平日朝じゃあバスケして帰って仕事して、そうです。大体火曜日と木曜日、ボールぐらいの中までやってます。例のポーギーさんとか。そうです、ポーギーとか、このナオトとかも来てます。そうだな。なんかバスケ始めたきっかけありますか？きっかけはお母さんが日本でバスケやってて、アメリカでお母さんもバスケすごい好きだからなんかやってほしかったみたいで、そのきっかけです。でお母さんもレイガース大好きで、もうその影響でもうレイガースになってて。ちなみにお父さんは？お父さんはアメリカ人で、何でもアメフトでもバスケでも何でもで、僕はバスケだけしか好きじゃなかった。ずっとバスケ一本で。はい。なんでそんなにバスケ好きかって思いますか？単純に一番面白いスポーツなのかなっていう、点もたくさん入るし、体もたくさん使うし、単純に一番面白いっていうのが、自分に一番合ってるスポーツだと思います。じゃあやっぱりバスケとかスポーツにずっと関わってたいからダゾーンに。そうですね。一応そうですね、スポーツに関わる仕事したいなと思って、その前に一回J スポーツという会社入ってて、その後にダゾーン入って、スポーツ系がいいなっていう、自分が合ってる仕事だと思います。逆にこういう仕事もやる側だった？僕はそれは今やってなくて、結構ダゾーンのプラットフォームの通訳というか翻訳やったりしてます。あとアセットの管理とかやってるんで。翻訳大変ですね。翻訳これでやってるんですか？大変ですね。日本語と英語と日本語どっちが得意ですか？僕英語の方が得意です。英語の方が得意。でも全然日本語も問題ないです。ちなみにアメリカで生まれて、日本に住んでるのは何年ぐらい？16年目かな？学校がそうですね、16年目です。16年目。でも向こうに行った時も日本語は話してた？お母さんが日本語を僕に喋ってて、で僕は英語で返して、で小学校4年生までは日本学校毎週土曜日通ってて。ロスってことは朝日学校？そうですそうです。僕もロス住んでたんです。そうなんですか。どこの辺ですか？僕パサデナ校だ。僕はアナハイムです。生まれ育ちです。アナハイムからサイプレスに行って、今お母さんがウェストミンスターに住んでます。そう、僕サンマリノの時で、パサデナ校行ってます。すごい。朝日学園行ってました。全然年齢違って10個ぐらいです。そうなんです。大体ロス住んでた人と朝日学園です。確かに。じゃあ朝日学園でバスケとか。
埼玉学園では、じゃなくて、現地校っていうか普通にクラブチームでやって、そうですね、チームでボスイオっていうチームと、あと BFW っていうローカルのチームで、日系人のクラブチーム入ってました。今は今コロナで行けないですけど、なんか向こうにちょっと帰ったりする。今年2月帰りましたね。なるべく1年に1回は帰るようにしてて、で今年ちょうどコロナがなんか爆発する前にたまたま帰れて2週間ぐらいかな。すごいラッキーでした。家族みんなアメリカに住んでるんで。そうなんだ。じゃあ一人だけここに住んでる。そうです。はい。じゃあ早く収束してください。そうですね。どうするコロナって。なんかね、収束する気配がない。そうですね。このままなんか続くのかなっていう感じがしますよね。ちなみに独身ですか？結婚してます。結婚して子供もいます。はい。そうなんですね。差し支えなければお子さんはいくつ2歳です。あ2月で3歳になります。セーム。同じ、そう。娘がいます。4歳。来月。近いですね。そうか、ここの年齢が出てる。そう、全然違う。お子さんは男の子ですね。はい。バスケやってほしいなって言われます。結構家の中でもボール渡したりするけど、でたまにシュートしたりしてますね。家になんか小さいリングがあるんで。なんかバスケでこうなりたいとか。僕自身ですか？僕は多分楽しくやればいいなっていう。高校大学で結構やりきった感はあるので。なので今本当楽しくなんか運動的な感じでやってます。そうですそうです。高校は宮崎県にある延岡学園で、大学は拓殖大学でやってたので、今本当に遊びだけでいいっていうはい、十分やりきったので今度じゃあ教える側でたまに思います。なんか教え側もいいなみたいなのあります。トビーさんとかよくボギーさんいつもやばいな、そろそろ呼ばれそうだね。やってます。じゃあ後で聞こうか。When they get B-roll of you, Otis, about you on the phone all the time. Now let's go. スタートも上がり。行こう。いいぞ。してやろう。This guy. All he did was hang around the 3-point line. I didn't see anything. Hey man, you see the sweat? The sweat of a champion. Because you're running around the 3-point line. シューズのこと聞いていい？いいっす。ハーデン？デイムです。デイム5かな。この話ぜひ言ってほしいよ。あと聞いてマジで面白い。何？いや本当はいつだっけ？ 2 years ago？ Yeah. 本当は2年前のあれレブロンのサファリが買おうとして、ナイキのサイト行って買おうとしたらもうサイズあったけど買うの迷って、で5分後やっぱ買おうと思って押したらもう売り切れになってサイズが。でもその日どうしてもバッシュ買うって頭入ったから、レブロンダメでアディダス買おうと思って。ジョーダン4でしょ。No, LeBron, right? Try to get LeBron. そうレブロンダメでジョーダン4買おうとして、それもダメになって、でもやっぱ靴欲しいってその気になったから、いろんなサイト見て、次見たらアディダスあって、これが1万ぐらいで、じゃあいいやと思って勢いで。あ、そうなんだ。靴買おうってもう決まってる。でも勢いで買っちゃいました。どうデイム？普通です。ナイキがベストです。そうフィーリングがあんまり良くない。ナイキが一番いいですね。
そっかそっか。初アディダス。いや、大学の時、アディダス入って、でも、その時捻挫して、だから多分8年ぶりぐらい。ああ、じゃあ捻挫してる悪い、そのそう悪いナイトメアなんだ。そうそう。あんまりいい思い出なくて。ああ、そうなんナイキが好きだたみたいな。ああ、そうかそうか。ナイキが一番好きです。やっぱずっとナイキ派。ずっとナイキです。コービーとか。そうですね、コービーとか。ローカットが多い。でも、とりあえず中で入って、で、この間、ヤニスのフリークワンがあって、でそれ中用にして、これを外用にして、あでいつも容疑はこれ、デーム入ってます。あ、シューズでこう、なんだろう、重要視してる点ってあります？ああ、クッション性がなんか、もう結構履くようにしてます。あと足が幅広いやつ、足幅広いんで、そう決めなくて探してます。じゃあ、Thank you。最後、写真だけ撮って。